こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回はポケプラクイックのヤドンを作っていきたいと思います。いやー、初代のポケモンってデザインがいいですよね。愛嬌がある顔がたまらなく可愛いです。と、ポケモン談義はほどほどに。早速ポケプラヤドンをチェックしてみましょう。はい。こちらがポケプラクイックのヤドンになります。箱の大きさは通常の SD ガンダム程度ですね。箱の中身はホイールシールが1枚。通常のランナーが2枚というものになっています。組み立て説明書は入っておらず、組み立て手順はランナーが入っている箱の内側に印刷されています。食玩かな？はい。それではヤドンの組み立てを始めていきたいと思います。組み立て作業に使用したのは、タミヤの薄葉ニッパー。私が使っているニッパーは経年でサビサビになってしまいましたが、錆びてもなお切れ味抜群なので、結構おすすめの工具になります。さて、ヤドンの組み立てですが、ランナーの枚数が2枚ということもあり、数分で組み立てが完了してしまいます。サクッと何かを作りたいと思った時に良いキットですねこれ。はい。こちらが組み立て終わったポケプラクイック、ヤドンになります。これは、かわいいじゃない。ヤドンはやっぱり可愛いですね。さすが香川県に公式採用されたポケモン。そうそう。このキットなのですが、ポーズが完全に固定されていて、各部を動かして遊ぶことができないようになっています。まあ、お値段を考えれば仕方がないですよね。さて、この組み立てたままでも十分に可愛いヤドンを改造して、より可愛いヤドンに仕上げたいと思います。それでは、ヤドンの改造を始めていきたいと思います。まずは胴体部分にある、大きく目立つ合わせ目を消していきます。合わせ目消しに使用するのは、クレオスの接着剤。水のようにサラサラしていないタイプの接着剤ですね。この接着剤をパーツの合わせ目部分に盛るように塗布していきます。接着剤の塗布は1回ではなく、何度も繰り返し塗布していきましょう。接着剤を塗布し終えたら、パーツを思いっきり貼り合わせ、合わせ目部分から塗布した接着剤がはみ出てくるまで圧をかけましょう。ヤドンの体のように大きいパーツの合わせ目を消す場合は、流し込み接着剤ではなく、通常の接着剤で作業をした方がいい気がします。作業が終わったら、接着剤が乾燥するまで最低でも1日しっかりと乾燥させましょう。接着剤が乾燥したら、合わせ目部分からはみ出ている接着剤を削ります。この作業で使用した道具は、彫刻刀、デザインナイフ、紙やすりです。これらの道具を使用して合わせ目からはみ出ている接着剤を削り、パーツの表面をきれいにし、合わせ目を消していきましょう。パーツの表面からきれいに合わせ目が消えたら胴体部分の合わせ目消しは終了。続いて頭部にある合わせ目を消していきます。頭部の合わせ目消しには、クレオスの流し込み接着剤を使用します。この接着剤を合わせ目部分にたくさん流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすまで、40秒程度待ちます。接着剤を流し込み、時間を置いた後は、パーツを思いっきり貼り合わせます。この時に接着剤によって溶けたプラスチックが合わせ目から出てきたら作業は成功です。接着剤を使った作業後は、先ほど胴体で行った作業と同じように、接着剤が乾燥するまで触らずに置いておきましょう。接着剤が乾燥したら、合わせ目からはみ出たプラスチックを削っていきます。削り作業には先ほどと同じで、彫刻刀、デザインナイフ、紙やすりを使用しました。あとは残っている、各パーツの目立つ線をすべて消すことができたら合わせ目消しは終了です。はい。続いてヤドンを組み立てた際にできる隙間を埋めていきます。まずは首元の隙間を埋めていきます。首元の隙間を埋めるのに使用するのは、タミヤのラッカーパテ。このパテを爪楊枝に少量取り、隙間に押し付け詰めていきます。ラッカーパテは乾燥した際にかなり引けてしまうので、隙間にぴったりパテを盛らず、少し多めに盛り付けるようにしましょう。ラッカーパテが乾燥したら、ビューターを使用して余分なパテを一気に削っていきます。ただ、この削り作業ですが、いきなりビューターを使うのは少し失敗だったかもしれません。削り切るのにものすごく時間がかかりました。はじめにデザインナイフなどでパテの量を減らした上でビューターを使うのが正解ですねこれ。
リューターを使って大まかにパテを削り終えたら、紙やすりを使用して、パテとパーツの段差が辛い位置になるように削ります。パーツをきれいに成形することができたら首元の隙間埋めは終了。続いて、ヤドンの尻尾にある隙間を埋めます。尻尾の隙間埋めに使用するのは、瞬間接着剤。瞬間接着剤を適量取り出し、爪楊枝などの先端が細いもので、パーツの隙間に接着剤を持っていきます。接着剤が乾燥したら、ヤスリを使用して、接着剤とパーツの段差がなくなるまで徹底的に削ります。瞬間接着剤で強力に接着したので、ロケット弾に尻尾を取られることはなくなりましたね。さて、ヤドンにある各部の隙間を埋め終わったら全ての改造作業は終了です。はい。こちらが改造作業を終えたポケプラクイック、ヤドンになります。各部の合わせ目と隙間がなくなり、プラモデル特有のチープな雰囲気が少し抑えられたのではないでしょうか。この段階で特に直すようなところがない場合はサーフェイサーを吹いてしまいましょう。はい。ヤドンにサーフェイサーを吹きました。改造した部分もサーフェイサーを吹いたことで視認性が高くなり、ミスをしているかどうか一発でわかるようになりました。今回は、合わせ目を消したところが少し引けてるかなという感じなので、若干引けているところに瞬間接着剤を盛り、パーツをフラットにしてから塗装に入りましょう。それではヤドンに塗装をしていきたいと思います。その前に少しだけ下準備を。ヤドンの尻尾の先端にマスキングテープを貼り付けておきます。ここに色がついてしまうと後で面倒なことになるので、塗装前に色がつかないように保護しておきます。下準備が終わったのでヤドンに塗装をしていきたいと思います。まずはクレオスのピンクを、全体的に塗装していきます。ピンクは隠蔽力が高くないので、しっかりと発色するまで丹念に塗装を繰り返しましょう。続いて黒色の塗装を行います。使用した塗料は、タミヤのナトーブラック。この黒色をヤドンの口の中に塗っていきます。口の中に塗ると言っても全体的に塗りつぶすのではなく、ヤドンの上顎部分にだけ黒を塗装しましょう。ここに塗装することで口の中に奥行き感が出ていい感じになります。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのサーモンピンク。この赤色をヤドンの下に塗装していきます。サーモンピンクは隠蔽力が結構高いので、数回塗り重ねるだけでかなり綺麗な塗膜を作ることができると思います。続いて白色の塗装を行います。ここの塗装に使用した色は、クレオスのアクリジョンベースカラーホワイト。この色は目や尻尾に塗装する色ですね。目や尻尾は下出るカラーの白で塗装しようとしたのですが、体のピンクが思った以上に鮮やかで、グレーがかった白では色負けしてしまい、全く白色に見えない事態に。そこで急遽ベースホワイトを引っ張り出し、白を使う部分に塗装しました。この塗料、真っ白に仕上がってくれるのはいいのですが、隠蔽力が弱すぎるんですよね。本当に白色の塗装は難しいでございます。続いて黄色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのクリームイエロー。この色はヤドンの口に塗装する色ですね。口に塗装する黄色ですが、結構隠蔽力が低いので、何度も塗料を重ねていかなければいけません。そしてこの黄色、ヤドンには不向き。最後にヤドンの目を塗装します。この塗装に使用したのは、ガンダムマーカースミーレペン。このペンでヤドンの目にあるへこみに色をつけていきます。この塗装が終了したらヤドンに行うすべての作業が終わりになります。それでは完成したポケプラクイック、ヤドンをご覧ください。はい。こちらが完成したポケプラクイック、ヤドンになります。これは、いまいちじゃないか。いやー、ヤドン大好きで結構頑張って作ったのですが、個人的には大失敗。反省点がものすごく多い作成になりました。それでは失敗した部分を見ていきましょう。まずはプラモデル感をなくそうと埋めた隙間。これが非常に中途半端。
隙間を埋めたり埋めなかったりした部分があり、完成時の見た目にムラがある。そして、プラモデルとしてのアイデンティティがないというか、これフィグは買った方が早くねみたいに思ってしまいました。次は全ての隙間を処理せず、多少プラモデル感を残した方が完成度が高くなるかも。続いて塗装。これは塗装作業時に少し触れたのですが、各部のホワイト、下出るカラーの上にベースホワイトを塗装したのですが全然白が乗らず、最終的にスポンジ塗装をした結果、塗膜がガビガビに。ロボット系のプラモでは気にならないのですが、ポケモンでは絶対にダメな塗膜ですね。そして最後にアドンの色。これはもう全然ダメですね。体のピンクは色が濃すぎるし、口に至ってはそもそも色が違う。面倒だからといって朝食を怠った結果ですね。という感じで今回はあまりうまく作ることができませんでした。これまではポケプラを作った後にジオラマを作っていたのですが、今回のヤドンはお預け。ジオラマは次回以降ヤドンを作り直した時にやりましょう。それでは最後に、失敗の多い作成でしたが、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時は改めてご視聴いただけると幸いです。では、さよなら。Are you listening?